世界一面白いアクション RPG、これを目標にゲームを作ります。どうも、講談社から1000万円いただいてゲーム開発させてもらってるハイタカと申します。今回はですね、超眼っていうシステムにアップデートが入りましたので、皆さんに共有していきたいと思います。まずそもそもね、超眼っていうのが何ぞやっていう話なんですけど、以前ね、だいぶ昔にその超眼をね、実装した時の動画で、システムとかいろいろ解説してると思うんですけど、今からね、10秒前後でさらっと振り返っていきますので、昔の動画はね、別に見なくても大丈夫です。超眼っていうのは一言で言い表すと、ハンターハンターの行みたいな感じのシステムです。目にエネルギーを集中させることによって、敵の情報をさらにたくさん得ることができるっていうものですね。もしね、ハンターハンター読んでなくて何のことかわからんっていう人は、今からね、満喫に行って、1日潰して全巻読破してきてください。うちのチャンネルではね、ハンターハンター必修とさせてもらってるので、何卒よろしくお願いします。というわけで、超眼の振り返りが終わったところでね、今回どんなアップデートが入って、どう使いやすくなったのか、より良くなったのかっていうところを解説していきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。まずですね、旧超眼システムの一番イケてないなっていうところが操作方法なんですよね。右スティックの長押ししてる間だけね、超眼状態に入るっていう仕組みでやってたんですけど、これちょっと聞いただけでね、それ微妙じゃねっていう感じの操作方法じゃないですか。スティックの押し込みを長押しでやるって結構親指しんどいんですよね。ちょっと一昔前のゲームで、それこそね、左スティックの押し込みでダッシュをするっていう操作が流行り出した頃ぐらいのゲーム、PS2 とか3ぐらいのゲームで、なんかね、左スティックを押し込んでいる間だけダッシュができるっていうゲームがあったんですよね。ちょっとタイトル覚えてないんですけど、今でこそね、左スティックの押し込みでダッシュとジョグの切り替えをする。もう一回押すとダッシュ解除されるみたいなね、感じの操作方法が一般的になったんですけど、当時はね、押し込んでる間だけダッシュで、押し込むのやめたらジョグに戻っちゃうっていうゲームが結構あったんですよね。で、もう基本ゲームの中ってダッシュで移動するじゃないですか。大体ね。だからもう左の親指の付け根あたりがね、めちゃくちゃ痛くなってくるっていう、そういうね、一昔前のゲームと同じ過ちをね、犯してしまってたわけなんですけど、じゃあなんでそんな操作方法にしてしまったのかっていう話なんですけど、そもそもね、最近のゲームの特徴として、なんかこう見るっていうアクションを右スティックにね、集約させてるような風潮があると思うんですよ。例えばダークソウルとかだと、カメラ操作がね、右スティックで、ロックオンするとき右スティックの押し込みじゃないですか。これと同じような仕組みを取ってるゲームっていうのは結構多くて、実はね、最近ようやくね、FF7 リメイクを某配信者の影響でね、始めたところなんですけど、7リメイクもね、ロックオンが R スティックの押し込みだったんですよね。あのゲームそんなにね、なんというか R スティックに親指ずっと置いとくようなゲームじゃなかったんで、戦闘のシステム的にね。その7リメイクでも、やっぱりロックオンは R スティックなのかっていうね。カメラの操作を R スティックに割り当てるっていうのは、もうね、これはほぼほぼ常識みたいなところになりつつあるので、それはいいかなと思うんですけど、そういう風にね、見る関連のアクションを右スティックにうまくまとめてるゲームが、多いなっていう風に改めて認識させられた感じなんですけど、それ自体はね、すごいいいことだと思うんですよね。なんかこう感覚的に分かりやすいじゃないですか。左スティックは移動関連だよみたいなね。移動とダッシュの切り替えとかをね、左スティックでやるゲームが結構多いと思うんで、それに乗っ取る感じでうちのゲームではね、さらに攻撃関連は R1、R2 にまとめてたりとか、防御とかね、回避関連は L1、L2 にまとめてたり、みたいなね、なんというかこう、美しい操作体系を目指す、みたいな感じで操作の割り振りってのをやってたんですけど、その流れでね、超眼っていう新システムができた時に、いや、これは R スティックにうまいことをまとめたいなっていう、これはちょっと開発者のエゴと言ってもいいのかもしれないですよね。そういう思いから、右スティックの流しを超眼っていう風に割り振ってしまったわけですと。ただね、やっぱ使いにくいんですよ、これ。開発者である自分すらも、その操作方法の時はね、超眼あんまり使ってなかったんで、というわけで、操作方法をまず変えましたと。どこにしたかというと、これが L1 ボタンですね。実はこの L1 ボタンってガードっていう操作がね、すでに割り振られてる場所なんですけど、もうガード中はね、常に超眼が一緒に発動してくれるっていう風な仕組みに変更しました。
まずね、そもそもこのゲームのガードってちょっとね、変わってて、格ゲーとかのガードとね、似てるんですよ。どういうことかっていうと、L1 ボタンをね、押してる間だけずっとガードの受付状態みたいな感じになるんですよね。格ゲーでいうところのレバーを後ろに倒してる状態だよね。この状態の時は特にね、ガードのモーションを取るわけではなくて、普通にね、移動とかもできます。歩きオンリーでダッシュとかはちょっとできなくなっちゃうんだけどね。このガード受付状態中に敵の攻撃が飛んでくると、初めてそこでガードモーションを取るっていう風な感じになってるんですよね。つまり、この L1 を押してる間っていうのは、敵の攻撃をよく見てね、剣に回ってる状態っていうことですよね。この剣に回ってるってことは、つまり、相手を集中して見てるってことなんで、その時にね、長眼が同時に発動してても、それはそれでね、リンク感結構あるんじゃないかなって思ったんで、この L1 ボタンにね、長眼を合体させたっていう感じになります。このおかげでね、長眼の使用頻度めちゃくちゃ上がりました。上がるっていうかね、上がらざるを得ないっていう感じなんですけど、一応この L1 ボタンを押してる状態っていうのは、スタミナが回復しないっていうね、デメリットもあったりするので、常に押しっぱなしにしてればいいっていうわけではないので、その辺はうまく使ってくださいっていう感じになりますね。ちゃんと使用する場面を限定してね、長眼とかガードとかを使っていった方が、スタミナ的にめちゃくちゃ有利取れるんでね。このちゃんと使うところを考えるというかね、ではないところでは使わないようにするみたいなのも、実はこれ本家のハンターハンターの行と結構似てるなと思ってて、あっちの方でも常にね、目にオーラ集中させてるとめちゃくちゃ不利じゃないですか。攻撃するときは手にね、オーラ集めたりとか、防御するときは胴体にオーラを集めたりみたいなオーラの流れですよね。竜とか言ったりするらしいですけど、それをちゃんとやって必要な時だけ目に行をするみたいな感じの使い方をできるやつが強いじゃないですか。そんな感じで一応デメリットもあるので、使うべきところは考えよう。しかも上級者になってくるともうそれをね、自然にオンオフできるようになってくると思うので、そこの自分の上達っていうのを感じていただけたらなと思ってます。あとこれもね、昔の動画見てた人は覚えてるかもしれないんですけど、長眼にね、デメリットとして長眼を維持してる間に敵の攻撃を受けると画面がフラッシュしてしまうっていうね、めちゃくちゃうざいデメリットがあったんですけど、ちょっとそれもね、撤廃しました。その代わりといってはなんなんですけど、長眼をしてる間にね、敵キャラクターに集中して視線を送っているので、それ以外のね、背景とかが若干こうボケるっていうね、最近流行りのポートレート写真とかみたいな感じで背景を若干ぼかすっていう風な処理を入れました。これは正直デメリットの役割はほぼほぼ消えちゃってるんですけど、演出的な意味でね、結構かっこいいなって思ったんで、こんな感じにしてます。本命のデメリットとしては、先ほども言ったようにね、スタミナが回復しなくなるっていう、ガードと統合したことによって、新たにね、そういうデメリットをつけることができたので、なんかこう、うまいことね、ジグソーパズルのピースが綺麗にはまったみたいな気持ちよさをちょっと感じてます。さあ、そして操作方法のアップデートを紹介し終えたので、続いてはね、長眼によって得られる情報にもね、メスを入れたので、ちょっと紹介していきたいと思います。まず一つ目、長眼を使っている間は相手の HP が見えるようになります。これはね、以前の旧バージョンの時からあった要素なんですけど、昔はね、それこそ本家のハンターハンターの行みたいに、敵のオーラが見えるっていう設定で作ってたんですよね。炎が揺らめくような感じのね、ドラゴンボールとかにも使われているような感じのオーラ、あれが見えて、その色でね、敵の HP が表現されてるっていう感じだったんですけど、あれもね、方向性は良かったと思うんですけどね、もっともっとかっこいいエフェクトにしないと、ちょっと見た目が微妙だなっていうのと、やっぱりね、敵の動きが若干見えづらくなっちゃうんですよね。このゲームは結構ね、敵のモーションをしっかりと見てさばいていくみたいなゲーム性なので、そういった見た目のクオリティを上げるのが難しい問題と、敵の動きが見えづらい問題、この2点から大幅に要素をカットしまして、ロックオンマーカーの色が HP を表すっていう風に変更しました。演出的な意味ではね、結構寂しくなっちゃうんですけど、見た目的にはね、非常に分かりやすい感じになったかなと思います。あと、このロックオンマーカー自体も長眼をしている時以外は非表示にするように変更しました。ただ今の状態だとね、ロックオンしてるかどうかっていうのがちょっと分かりづらいので、ロックオン初回にした時はロックオンできましたよっていうことを記すためにね、
1秒ぐらい表示して、その後非表示にするっていう風にした方がいいかなと思います。これは一応修正予定に上げてます。で、続いて長眼で表示される情報2つ目、スタミナですね。これは正直ね、表示するべきかどうかめちゃくちゃ迷ってた要素なんですけど、ちょっと結局ね、表示することにしました。本来はね、スタミナの増減っていうのを、モーションの変化、それこそガードモーションが変わったりとか、ロコモーション、移動モーションが変わるっていう風な、モーションの変化でね、表現したかったんですけど、さすがに難しいなっていうことでね、結構これって AAA のゲームとかでも、チャレンジしてるゲームってなかなか見たことないぐらいの難しいことなんで、ちょっとその辺は諦めて結局ゲージで表そうっていうことになりました。スタミナゲージはロックオンマーカーの周りにね、円周上に表示するようにしてあります。ちなみにこのゲージが方向属性を示すインジケーターの役割も果たしていて、つまり上から切ってくる攻撃は上にスタミナゲージが表示されますし、右向きのガードをした時なんかは右にスタミナインジケーターが表示されるっていう風な仕組みですね。このゲージとインジケーターの役割を一つにまとめてね、ロックオンマーカーの周りに表示することで、敵キャラクターからね、あまり目線を移動させずにね、情報を得ることができるようになっております。というわけでいかがだったでしょうか。今回はね、長眼の新しい仕様を紹介させていただきました。当初のね、やりたかったことを全部実現できてるかって言われると、そういうわけではなくてね、だましだましと言いますか、ところどころね、妥協しながら、その中でね、手触りのいいもの、より面白いものっていう感じで実装できたんじゃないかなと思います。というわけで今回はこの辺で失礼します。Steam のウィッシュリストよかったら登録しておいてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様です。